自分がしたいけしようだけで、私が好きでしようやっちゃうけど別にいいやんみたいなさ。お腹いっぱいご飯食べて、さあ今から死にましょうかっていう人はおらんと思うよ。まさにお留守番を。じゃあ留守番しときます。お願いします。おせっかいババアにしとって、おせっかいババアみたいな題名でさ、なんか売っとって。てかおじいちゃんがさ、働かない人っていうか、なんか自由な感じの人だったんですよ。はい、出ていくわけじゃないけど、はい、働きもしないみたいな。もうおばあちゃんは逆に、それこそおじいちゃんがそんな感じだから、炭鉱に出て働くわ、昔でいう張り子さん、はい、着物とかね、ああいうのの仕立てとかも、だからいっつもおかって台所に立ってるんですよ。だからお見せした時にそこにあやかってそれぐらい忙しくなりますようにって言うけど、もう性格は全然違うけん、ベラ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 厨房から出てきて喋りようけん。もともとお料理の世界にいたんですか？高校が調理科があって、はい、そこで調理師の免許を取ったんだけど、はい、ただ自分が料理をするとかお店をしようとか、もうそういう発想はもう本当に言って全くなかった。あ、そうですか。ただ子供が大きくなってかな、下の子が、はいはい、それからやんね、ちょっとほら、一人になるし、私一人ご飯できないんだけどって思って、じゃあ自分で店しようしようかなと思って、そしたらほらみんなもわちゃわちゃご飯も食べれるし、はい、なんか子供が高校に下の子が上がって、それまでは上の子もいてって感じだったけど、私こんなんやってずっと家の中に一人でいるんかなと思ったら怖って思って、でも人のお店だとやっぱりほら、この人にこうしてあげたかったのに、ああしてあげたかったのにっていうのがほらできないじゃない、自分のお店じゃないって。そうですね。そうだけど今はそれができるのがちょっと嬉しいかな。この人はご飯が少ない方がいい、この人はご飯は今日はもう今たっぷり食べれる時期かなとか、日かなとかね、聞きながらできるのが、それが嬉しい。そうか、自分の裁量で、そうできるからね、自分がちゃんと覚えててとかってできれば、だから私は今でもそうだけど、どこの職場行ってもこんなんしてね、こうやってお客さんの特徴とかずっと書いてんのよ。何がこうとかいうのとかね、どっから来てるとか、誕生日とか、なんかお父さんとかお母さんの命日とか話したことをね、はい、お客さんとやり取りが書いてある。少しね、その人を覚えるためにも、あとはまた冷蔵庫にもビャーって貼ってるんだけど、うちがほら唯一そうやってなんかこう人と違うかなって思うことができるとしたら、そうやってちょっと人に寄り添うような食堂じゃないけどね、それは私しかできないかなと思ってて、自負してもう思い込んでやってるのでで、これ無料なんですね。そう、子供たちは高校生まで無料で、無料で、しかも家まで持っていく。持っていってる。そこまでしますか。うちは範囲が広いので、はい、それこそ午後からも行くけど、高齢者のとこだけど、そこも2畳の方なんだけど、福吉って言って結構端になるんですよね。そういうとこまででも1個からでも配達に行く。高齢者であろうが子供の1個のお弁当であろうが、もう可能な限りはもう配ってますね。そうですか。子供が
が成長する時って他人が関わってないと成長しないって思ってるんよね。そう、家族だけとか、身内だけ、先生だけ、学校だけとかじゃなくて、そういう他人のいろんな世代の人がその子に関わることによってその子のいろんなものがね育つ。私もだからそうやって自分が育ててもらったって思ってるので、でも今ねちょっとほらそういうところがちょっと希薄になってるかなと思うので、そうだから他人に触れることは怖いことじゃなくて、なんかそこにはそこのルールがあるよみたいな感じで思ってもらって、そうですね。子供のね、社会性とかそういうのを身につけるためには、やっぱりいろんな人と触れ合うのが一番いい。で大人もそうだよね。結局そういうのを見せて、自分たちもやっぱりいいでも悪いでもこうコミュニティじゃないけど、その縛られた世界じゃなくてもこうやってご飯食べに来たとこだけでもそんな感じとか、なんとかってできるとちょっと安心できるじゃない。そうですね。そう子供たちのことにしてもね、それが私はすごく大事だと思ってるので。うちもだからいろんな子来たりとかするし、学校行きたくないっていう子とかもいたりとかもするけど、で誰に話していいか分かんないじゃん。親に言うとちゃんと学校行きなさいとか、やっぱりね、なんで行きたくないのとかって探るけど、私はほらもう軽いタッチじゃないけど、なんでみたいな感じで聞いたらボソボソって話し出して、こうで嫌なんだって言うから、まあおばちゃんの意見ねっつって言って、まあ強いて言えば学校なんて別に行かなくてもいいんだけども、いっぺんに何もかも行かないっていうんじゃなくて、どれか一つやめてみるとかにしてみたらとかね。友達はおるねって必ず聞くんですよ。友達はおるって、外に出てるって言ったら、学校は行けないけど週末は出てるとか友達と遊んでるって言うから、友達がいるんなら言いたいねって言って、大事にせないかんよって言って、もうなんでは聞かない。子供たちが話すまでは待ってる。ほんで、うちの子供食堂の特徴は、親御さんの顔と子供の顔と名前とかが一致すること。なるほど。だから何かあれば親御さんにももちろんうちにご飯食べ来た時に、そういえばねって今ちょっと本人いないから言うけどって、こうやって悩んでたよっていうことも親御さんにもそっと伝えるし、でも私から聞いたって言わないでっつって、だからちょっと察してあげてって、何も聞かなくていいから、何を悩んでるとか、どう思ってるっていうのはなんかこんな風に言ってたからちょっと心苦しいんじゃないっていうと、やっぱり兄弟と比べられてたりとかね、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか弟とかさ、妹はちゃんとできるのになんであの子だけほらできんとかいなとか、だからそれは比べちゃダメだっていう話をして、その子自体を見てあげないと性格全然違うじゃないっていう今子育ては私もほら一段落してるから冷静にね、第三者だから見れるからさ、自分の時はもう吸ったもんだよね。もう男の子とかさ、もうふざけんなよって言って追い回してさ、何がクソババアみたいなさ、誰がクソババアじゃんみたいな感じでさ、自分の時はそんな子育てしてるけどさ、まあその話もするんだけどね。でもそれぐらいの距離感になった方が向こうも話しやすいかもしれないですね。なんか親も聞けない、子供も言えないっていう風になると、どこかこうちょっと腫れ物に変わるような感じがする。だからまあいい意味で私がほら中和剤になれれば、それも御の字だし、ちょっとそうやって他人が触れたことによって自分の子をほら客観的に見れたりするじゃない。やっぱ親だからって言うけど、親もさ子供に育ててもらってるって思えば、親も同じようにお父さんお母さん歴も0歳から始まるわけだから、そんなに気張らんでいいと思うとよ。親やけちゃんとせないかんとか、ちゃんとしたこと言わないけんじゃなくて、自分がその年の時ってどんな感じやったやろうとか、だけ逆に反対されたからちょっとはいいよって言ってみてあげるかいなとか、そういうこうちょっとね気持ちの余裕があるとね、子育ても違ってくるんだろうけどね。でも実際になるとそんなことできないんじゃない。いや本当だ。子ども食堂はまあいわばその貧困家庭みたいなのが対象だった。そうですね。最初はねやっぱり子ども食堂ってそうあるべきなのかなと思ったけど、しだすとやっぱりほら共働きの人も大変だし、まあ例えばほら同じシングルでもまあお父さんだけとかね、だったら言いづらいとか聞きづらいとかいうのもなんかそれもちょっと違うなとか思って、
でまたその別に金銭的には余裕があっても、事情があって一人でもね、ご飯食べる子とかもいるわけじゃない？そうしたらさ、一人で食べるよりさ、ここ来たらさ、あーって言って私が言うわけだから、少なからずともね、一人で来る子もいるんですよ。で、その子も無口で喋らないけど、お母さんに聞くと、いや、本人が行きたいって言ってますって言うわけよ。で、別にそれでも、じゃあって、うち夏休みもお手伝いとか子供たちに頼むんですよね。で、私はもうただっていうのは嫌いなので、子供たちにお手伝いしてくれたらお昼ご飯をご馳走しますよみたいな感じで、お手伝いに募ったら何人か来てくれたからですね。ただその無口な子も来て、あんた本当に手伝いたいって言ったのって言ったら、ってするから、でもこの子なりのこのスタイルがいいんだって。でもお客さん来たらそれじゃ通用しないからねって、おばちゃんと物言わなくても、いらっしゃいませと、ご注文お決まりになったら、ね、声かけてくださいとか、お待たせしましたとか、ありがとうございますは言わなきゃよって言ってたら。って言ってたけど、やっぱりいらっしゃいませとか言うからさ、何言ってんのって聞こえないよって言ったら、いらっしゃいませちゃんと働いてもらって。で、ご飯食べて帰ってもらって、そうするとほら、親御さんが働くっていうことの大変さとかもちょっとわかるじゃない？お母さんがご飯作ってくれる、お父さんがご飯作ってくれる、ね、家族の人がご飯を作ってくれるっていう大変さもほらわかるじゃん。当たり前のようにご飯よって呼ばれてスッて席つくんじゃなくて、その前の段階があって、テーブルを拭いたり、お箸を並べたり、お皿を並べて盛り付けたりっていうのをしてみれば、自分も経験になるので、だからお家に帰ってもたまにはねって、毎日しろとは言わないけど、たまには手伝ってあげてっつって、そういうのがあるってことを知らないだけでも全然違う。そうで、それをまたほら、親から手伝いもせんでって言われるより、人から言われた方がいいじゃん、単純に言うと。して「へっ」ってとりあえず言って、お母さんたちじゃないけど、たまに今でもお手伝いを気が向いた時だけだけどしてくれてますって言うから、もうその時は目いっぱいありがとうとね、褒めてやってくださいっつって。もう子供は褒められることで嫌な子はいないからね。もう子供は可愛いで、もう怒るときは目いっぱい怒っていいけど、もう褒めるところは手伝ってくれたらもうめっちゃ褒めてやってください。だからうちの子たちもそう、手伝って、ここの子たちもね手伝ってくれたりとかしたらさ、もう離婚やねってあんたたちって言ったら、やろうみたいな感じで、あとなんかすることあるみたいな感じでするけんさ、もう子供って単純だねって思うけど、嬉しいんでしょ。そう、でもやれることがあるっていうのはさ、自分もやっぱり担ってるって気持ちになるから、そこも大事だと思うのよ。家族にしてもお店にしても、この人いなきゃいけない存在っていうのは子供たちもやっぱりなんとなく肌で感じるので、だからさ、ごめんけどこれ持って行ってもらっていいとか言うと、全然いいよみたいな、この間手伝ったしねみたいなさできたり、食べ終わった後の食器をね、何気にこう別の人がしているところを見て揃えてくれてたりとかね。私一人でやってるので、誰かが自発的にこうお皿とかを下げ出すと、みんなが持ってきてくれたりとかするんですよ。それもやっぱり子供たちもやっぱり見てる。なんか食べ終わったらせんばいかんとかいなって気持ちになってくれることも嬉しいしね。一番最初はその子ども食堂のそのコンセプトですが、貧困家庭の支援っていう感じだけど、そうね、もうどんどんなんかそれだけじゃないなと思って、貧困って、結局のところとどのつまりっていうか、突き詰めていくと心の貧困が一番怖いなと思って、孤独ですよね。結局自殺とかもね、結局孤独だから死ぬ。そうなんよ。でもたまにね、うちみたいなところをたまたま見つけて、あそこだったらって思うところがあると、違うんであれば、別にその大層なことができるとかじゃなくても、変な話、お腹いっぱいご飯食べて、さあ今から死にましょうかっていう人はおらんと思うよ。だけどお腹いっぱい食べて、ちょっと冷静に考えてみることができるんであればね。特に思わされたのもほら、だいぶ前に鹿児島から出てきて、親子で無理心中みたいなのを脅かなんかでしてた時があったじゃんね。その人たちの地元にはそういう場所がなかったんだろうかとかさ、せめてほら福岡に来たんだったら、ここにほら寄ってくれてれば、なんかちょっとほらできたかも。そうご飯食べて話してくれたことによって、もうそげんこと考えんとって言って、なんかね言ってあげれたりとか、なんかあったんじゃないかなって思うと身につまされるよね。でも自分の周りにももしかしてそういう人たちがたくさんいるのかなって思うと、なんかのタイミングでいいから SOS を発してほしいなと思って、嫌事も言うかもしれんけど、でもまず話してくれないと、何もこうほら
言ってあげようもないし、知ってあげることもできないしね。まず知ってもらうとか言ってご飯を食べるんだけど、なんていうの、家みたいな、ふるさとみたいな、親戚のおばちゃん家みたいな感じで、うちの店はもう荒れたらいいかなと思って。そう。そのためにはまあもりもりご飯を食べさせて、なるべくこうお腹いっぱいにして出すっていうのが私のあれなんで、うちに来て足らんって言わんでねって言って、足らんって言われるのが一番景気は悪いけんって言ってから言って食べてもらってる。おはよう。花形俺どうぞ。あ、本当？うん。あ、風が湿っちゃうね。ありがとう。じゃあね。またね。あんないと夜。これから今から配達に行くので、はい、でうちは夜は基本的にお客さんが留守番するんですよ。だから私弁当に夜も配達行くので。夜？うん。お客さんが留守番するんですか？うん、ここで座ってね。なので今日さんがいるので、さんにお留守番を。僕じゃあ留守番しときます。お願いします。わかりました。もううちの店はそういう店なのですいませんが。はい。子ども食堂の協会とかそういう団体みたいなのあるんですか？あれはみたいやけど、うちは結局個人でやってるでしょ。個人？個人。もう本当に個人でお客さんから支援を受けたりとか、そのお客さんのとこから支援が来たりとか、あとはもううちの定食食べて安いねって言って、いやもうこれ取っとってっていう時の気持ちをそこに入れてくださいって言って、貯金箱みたいなところに入れてもらうようにしてるんです。みんなで巡りそう。でその子ども食堂の日の大人の300円は要はもう次回の仕入れとかに当てさせてもらいますって言ってそうやってる。じゃあ独自でしてるってことですね。そうです。この間ほら取材に行ってた今井さんとかも言ってたけど、誰でも始めれるとか、個人でもやれるんなら、自分たちもちょっとなんか公民館とかを借り受けてやってみようかとかね、そんな風に思ってくれるところがほら増えれば増えるほど、子育てとかもしやすいし、なんていうの、利用した人もまたほら自分が今度返せるようになったらね、私もじゃあ手伝いに行ってみようかとか思ってくれたりとかするのが循環と思ってるので、ただ私の場合は私が欲張りなんよ。だから子供たちと自分が仲良くいたいとだけダメなんよ。地域の見守り。そう勝手にやってんのよ。だからもう勝手に誰からも頼まれてない、勝手に見守りたいみたいなのやってるの。こういうね、なんか団体 NPO とか、社団法人とかと、その国とか助成金もらってとか、そういうのも一切もらってないんですか？もらってない全然。形がつくとそこがやっぱりきちんとこういうものを提出しなきゃいけない、人数がこうであらなきゃいけない、ボランティアさんがこう報告したりとか、そういうのがほら、やっぱり私からすればそれはそこっているっていう話で、それするぐらいだったらお弁当を届けた方がいいとか、子供と向き合って話をした方がいいとか思ってしまうけんね、活動を報告っていうけど、その偉い人たちには報告は言ってるのかもしれないけど、例えば SNS とか使ってても、そこには報告事項がないとかになると、やってる方も支援してる方もあれって、何がどう動いてるのかが全く見えなくて、実際に本当にその子供で渡してるのかっていうのすらわからないって。でもやっぱり支援した方からすれば見える形で返してくれると、そこが一番嬉しいからですね。支援した人は活動されてる方と子供たちの間で何か救われるようなことが起きたり、子供の笑顔が一つ増えるっていうことを感じたいからやってるけど、ちゃんとそこに例えば寄付したり支援したお金がどういうふうに使われたのかっていうのがわからないで、少し不安ですよね。ここだったら分かりやすいからいいですよね。例えばここでちょっとお釣りをだからそんな気持ちね、どっか一人で
寂しい思いをしてるおじいちゃんとこの弁当に変わっていくんだろうなとか、誰かこう悩んでる子供たちのこう話してお腹いっぱいになるお弁当に変わっていくんだろうなっていうのは、ここだったらすごい実感しやすいですね。うん、そう、多分それは分かりやすいと思うんですよね。ほんでこじんまりとしてるし、ほら大体そんなんやってなんかイベントしてたらそうやって写真も上がってるし、イベントがなくてもこんな感じで持っていきましたっていうのもたまに上がってるしとか、休みになったら増えたけん忙しくしてますとかってこう言葉が添えてあるとか言うと、やっぱりちょっとホッとするよね。子供たちが美味しかったとか、ありがとうとか、こんなんやってなんか職場体験みたいな感じでこんなんやってお手伝いに来てくれたこととか、絵を描いてきてくれたりとかね、もうこれ私の宝問題、もういつも毎回ここにも飾ってるけど、もう涙が出る。だけどおばちゃん、あんたたちが帰った後読むねって言ってからさ。ありがとうございます。ありがとうございます。ピンクの壁1枚。170で作ってきて。さ、うちのご飯普通これぐらいやけど。まあそんないらない。すごいすごい。その3分の1でいい。3分の1でどんどん。私は一緒ぐらいですよ。糖質制限。何そんな痩せて糖質制限とかって、私に対する嫌がらせかいな。ねえ。それが食いたいけど。はい、ごめん。じゃあ生姜焼きですね。はい、ごゆっくり。つくよね。何から食べようか。ごめんね。ありがとう。私あさって誕生日74歳。おめでもう74。74になるなだって。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。じゃあ、ここでいいですか？大丈夫です。ならどうぞ。こちら間でか。皆さんごめん、相席いい？ちょっといい？聞いた。あれなんてね、移動するってね。早いですね。もうめっちゃ寂しいんじゃけど。それを言いに行ってる。もうなんか。ごちそう美味しかった。また来ます。聞くんじゃけどさ。またやってみてください。どうもありがとうございます。ちょっともう一個上がる。先取って。バスの時間大丈夫？バスじゃなくて今からイオンに行くから。あ、イオンか。電車だから15分刻みにあるから大丈夫。やっぱりボリュームあって美味しかった。あったかい。よかった。だけどいつもあったかいの持ってきてくれるからもうそれが嬉しくって。またね、すいません、よろしく。美味しい。お姉ちゃん。美味しい。700円ね。まあ忙しいけどね、まあ元気に頑張ってください。でまたね、糸島とかになった時はまた寄ってください。ありがとうございまあ、気をつけてね、体に気をつけて仕事してないよ。した。ありがとうございます。いいえ、わざわざありがとう。ごめんお願いね。します。またね。あの方、子ども食堂にお米くれたりするんですよ。あ、そうですか。ご支援してくれた。そう。そう。
はい。でかいですよ。でかいですこれが普通で申し訳ない、ごめんね。全然問題ないよ。少なめね。はい、ゆっくり。ありがとう。はい。結構待ちましたね。結構待ちました。いやいや、別に私急ぐもんじゃないから。いただきます。バイバイって。バイバイ。バイバイ。あ、上手。すみません。いいよいいよいいよ。またね、また来て。おばちゃん持ってる。じゃあねー。はーい。バイバイ。もともとほら食堂を開くときに子ども食堂をしたいなって思ってたから、じゃあ来てくれる子たちのことはちゃんと自分が顔とか名前とか学年とかね、そういうこととかから始まって、その子たちとちゃんとコミュニケーションを取ろうと思って、そうそうそう、僕もね、やっぱ他の人も、なんかやっぱ働いて、やっぱなんか人のために何かできる人間にはなりたいってやっぱみんな思う人多いと思うんですよ。はいはい。やっぱ実際やるってなったら、めちゃくちゃ大変じゃないですか。途中で辞めるとかもできないし、でこれで、ね、周りの人の多分期待も高まっていったりもすると思うから、多分ね、私は周りの人のことは何も考えてない。自分がしたいからしてない、だけん多分やれるんだと思う。で、あの子たちが来たらこんなんしたった、この間これで喜んどったねって、じゃあこういう風にしてやろうとか、あの子たちが来た時はこんなんしとったら喜んどったねって、それは用意してやろうとか、もうそれだけ。みんなが例えば旅行に行きたいとか何かをしたいっていうエネルギーと変わらないのよ。だから多分できるんじゃないかなと思う。しばりさんの中では自分が犠牲になってとかそういう感じじゃなくて、全然ない。もう自分の私利私欲だから、弁当頼まれてなくても行くのよ。究極のおせっかいというか、もうだけどそれよ、それおせっかいババアにしとって珍獣おせっかいババアみたいな題名でさ、なんか売っとってそうよ、それ炎上するそれないよ多分。怒られますよ、僕が怒られるなんてタイトルにするんだこの人って自分がしたいけしようだけで、それにたちが悪いのは、それにあんまりなんか言われるとだけど何みたいな感じで言うけんいけんのよねそうそうそう、私が好きでしようやっちゃうけど別にいいやんみたいなさ、ヤンキーみたいな。そうそうそう。しがみさん、これからなんか自分で目指していることとか、こんなことできたらいいなとか実現したいこととかあるんですか？結局子供たちとかいろんな人が集える場所みたいな、食堂だけじゃなくて誰でも寄ってちょっと定住できる場所、シェアハウスとはまた違うんだけど、そこからまた頑張って自分たちが生きていこうかなとか、そういうのをちょっと今ね構想してるんだよ。自分がこう優しくしてもらった分を返していくためにもそういうことがやりたいかなとは思ってるね。自分がこうやってることを通じて、どっかでまた誰かがそうそうそう、あそこに頼ったらなんとかしちゃうねっていうような場所になってね、その代わり定住は認めんよと。ね、自分でちゃんと働けとか働ける人はね、自立していくと。そう働けない人はよっしゃ一緒に考えろと、何ができるかと、何が得意かと、そんなの大きい意味でそういうのができたらいいなと思って、私は宝くじをいつも買ってます当たったら何、それに全額つぎ込ませていただきますお金がいっぱいあるとかそういうことじゃなくて、心がね幸せとか豊かって思ってもらえる、そういう風な感じになっていってくれたら嬉しいなと思って、食堂も子ども食堂もやってるからね。